こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は私が20代で後悔したお金の使い道10選をお話ししたいと思います。この春から新社会人として新しい一歩を踏み出したという方もきっといらっしゃると思います。思い返せば当時新社会人の私は急に自由なお金を手に入れて、もうどうすればいいかわからなくて、お金でたくさん失敗してたくさん無駄にしてきました。その時のお金はもう戻ってはきませんが、そんな失敗を経てようやくお金との付き合い方が徐々に上手になってきたように思います。若い時のお金こそ後の人生を大きく変える力を持っている本当に貴重なものです。ですから私の20代の時のお金の失敗経験がこれから新生活を始める方の反面教師になればと思い、今回はそんなお金に疎い20代の自分自身へ伝えたいメッセージのつもりで動画を作成しました。20代の方だけではなくて、どんな世代の方にとってもお金との付き合い方を改めて振り返るいいきっかけになると思うので、ぜひ楽しんで見てみてください。それではスタートです。20代で後悔したお金の使い道、1つ目は物の購入です。20代の私に一番伝えたいこと、それはそもそも物にお金を使うことって実はもったいないお金の使い方だったということです。過去の私は物に対してすごく大きな価値を感じていました。せっかくお金を払うならできるだけ形に残るものに変えた方が得だし、形に残らないものに使うお金は無駄遣いなんて風に考えていたんですよね。でも30代の今、ようやく気づけたのは、自分に本当に残り続けるものは形には残らない経験や思い出だったということです。20代の頃、あんなにお金をかけて手に入れたもののほとんどがもう今は私の手元には残っていません。クローゼットから溢れるほど持っていた服も、棚を埋め尽くしていた雑貨も日用品も、いつの間にか自分にとってはいらないものに変わってしまっていました。捨て活をしながらいつかゴミになるもののためにたくさんのお金と時間を費やしていたんだなと痛感させられました。一方で形に残らないはずの経験や思い出は今も私の中に残り続けているんですよね。習い事を続けてきたことで得られた成長も、初めて行く土地でワクワクした友人との思い出も、時間が経っても変わらず私の人生の糧となってくれています。物は自分の外側にあるものですが、経験って私という人間の一部になってくれる自分だけの本物の財産なんですよね。きっと最後に自分の人生を振り返った時も、ああいい人生だったなと思わせてくれるのは、獲得してきたものの数や金銭的価値の大きさではなくて、積み重ねた経験の数々なんだと思うんです。物自体にそんなに大きな価値はないという本質に気づけたことは、私のお金の使い道を根本から考え直す大きなきっかけになりました。昔はカタログギフトが届いたらグッズばかりチェックしていたのですが、今はもう美味しそうな食べ物一択になりました。物よりも経験、たったこれだけを意識するようになってから、お金の使い方がより上手に、そして自分の人生がどんどん豊かに変化していっている気がします。20代で私が後悔したお金の使い道、2つ目は安いから流行っているからを理由にした買い物です。20代の頃の私の買い物を振り返ると、服もコスメも何もかも買う理由のほとんどが安かったからだったり、流行っていたからでした。でも安さや流行りにつられて買ったものって、なぜだかすぐに飽きてしまうんですよね。そして結局またすぐ新しいものが欲しくなり、安さや流行にまた流され物を買ってしまう、そんな負のループにはまっていました。今思えば私がそうやって買っても買っても満足できず、すぐに飽きてしまった原因って、買う決め手が自分の外側にあったからだと思うんです。値段の安さや世間の流行りなど、外側にある情報が買う一番の決め手で、自分の好きは二の次でした。多少の妥協点ぐらいあっても気にせず買っていたように思います。そんな私の転機になったのは、やっぱり捨て活でした。物と向き合い、何が必要で何がいらないか考えるほどに、自分の好きの解像度がみるみる上がっていったんですよね。そうすると買い物の基準もますます高くなっていきました。
過去に手放したものたちが超えなきゃいけない高い買い物のハードルになって、そう簡単にはそんな高いハードルを超えるものが見つからなくなってしまったんですよね。だからこそ買うからにはよく調べ、よく検討して妥協のない100点と思えるような買い物ができるようになりました。たくさんの50点、60点という中途半端なアイテムに囲まれるより、自分がこれだと思えるたった一つの100点がある方が圧倒的に幸せ。そんなことを30代になって日々実感しています。私が20代で後悔したお金の使い道、3つ目はロゴ目当てのブランド品です。学生時代はプチプラのカバンでも大満足だった私も、社会人になるといつの間にかいい大人はブランドを持つのが当たり前という考えに変わってしまっていました。振り返ると当時の私はブランド物を好きだからというよりは、持っていればよく見られる、そんな理由で持っていたように思います。自信がない私もブランド品を身につけていることで、自分の価値までまるでワンランク上がったような、そんな気持ちになっていたんですよね。買うアイテムもパッと見てどのブランドか分かるものばかり、決して安くはない買い物なのに、次はこれが欲しいと他のアイテムに憧れる衝動も止められませんでした。そんな私が変わるきっかけになったのは、将来のためにお金の勉強を始めたことでした。そこで知ったのは、堅実にコツコツ資産を築いている人ほど案外普段の服はユニクロだったり質素な暮らしをしている。でもその代わりに自分にとって本当に大切なもののために惜しみなくお金を使っている、そんな話でした。自分にとって本当に大切なものを取捨選択できている、だからこそ堅実に資産を築けているんですよね。そしてそんな話に、ブランド物ではその人自身の価値は評価できないという当たり前の事実にも気づかされました。そこでようやく他人を意識してブランド物を持っていた私にとっては、ブランドを持つことって大した価値がないことだったんだとすっと理解することができました。それからは重たくて使いづらかったブランド物を思い切って手放して、目立つロゴもない、なおそんなには知られていないけれど使いやすくってデザインもお気に入りと思えるアイテムを選ぶようになりました。そうすると気持ちが不思議と軽くなった心地がしましたし、自分だけの好きなものを選ぶ楽しさにも気づかされました。物理的にもカバンも財布もとっても軽くなりましたね。そんな失敗を経て、今私がブランド物を買おうか迷う時は、自分へ問うようにしていることがあります。それは、もしそのものにロゴがなかったり、もしそのロゴマークが誰にも知られていないものでも、同じ値段でそれを買いたいと思えるかです。今私の手元にブランド品と呼べるものは、強いて言うならロンシャンのショルダーバッグぐらいですが、たとえ価格はそのままでブランドロゴが一切消えたものだったとしても、たとえ誰にも知られないブランドだったとしても、私はきっとまた同じバッグを買うと思います。今はそれぐらいブランドが持つ価値ではなくて、このもの自体が好きか、そんな基準を大切に買い物ができるようになりました。ブランド物を手放すことって正直本当に勇気が必要でした。でもこの痛みを伴う経験があったからこそ、物も人もブランドや肩書きといった見た目ではなくって、その中身や本来の価値を大切にしよう、そんな考え方に少しだけ成長できるきっかけになったなと思っています。20代で後悔したお金の使い道、4つ目は安さだけで選んだ家電です。かつての私はとにかく安ければいいと思っていて、メーカーすらよくわからない安い家電ばっかりを買っていました。お得に買えたと喜んだのもつかの間、結局は性能がいまいちで使い勝手が悪かったり、すぐ壊れたり、最終的にまた買い直すなんてこともしばしばでした。完全に安物買いの銭失いだったんですよね。そんな数々の失敗を経て、今はたとえ高かったとしても有名メーカーの口コミが良くって超人気なものを選ぶようにしています。実際にそんなアイテムを使ってみて実感したのは、やっぱり使いやすさも性能も長持ちする安心感も段違いだったということでした。そして何より私が有名メーカーの人気アイテムを選ぶ最大の理由は、リセールバリューが高い点です。無名メーカーって買うときは安いけれど、いらなくなったとき全く売れなかったんですよね。でも有名メーカーの人気アイテムなら、買うときは確かに少々高いけれど、手放すときもフリマアプリなんかで結構高い値段で売れることが多いです。
結局人気があるものを買う方が実質的なコストも安く、かつ機能的にもクオリティが高いものを使えるんですよね。そんな事実に気づいてから、これまで貯められていた少し高い買い物も勇気を持って踏み出せるようになりました。私たち個人が簡単に物を売ったりできる、そんな素晴らしい時代にもう本当に感謝です。せっかく大切なお金を使うなら、妥協して安物を選ぶのではなくて、毎日を豊かにしてくれる本当に良いものがいい。20代の安物買いの失敗を経て、目先の安さにはもう騙されないよう気をつけています。私が20代で後悔したお金の使い道、5つ目はコレクションをすることです。コレクションって買っても買ってもキリがないんですよね。かつての私は推しグッズやコスメ、本、CD ともうたくさんのものを集めていました。買った瞬間は確かに幸せ。でも買うだけで満足して、結局は未開封のままタンスの奥底にしまい込むだけ。いつの間にか続々と発売される新アイテムを買わないと気が済まなくなっていて、欲望に終わりはありませんでした。そんな私が変わるきっかけになったのは、長年一生懸命に応援していたとあるグループへの情熱が落ち着いてしまった時でした。未開封のグッズばかりでしたが、フルマアプリでも全然売れず、その多くがただゴミとして処分することになりました。そしていくら興味が薄れたとはいえ、捨てるのって本当に申し訳なくて、とっても心苦しい作業でした。それ以降もう二度と辛い思いをして手放したくないからこそ、そもそもコレクションをしないと自分の中で決めました。代わりに推し活はコンサートのチケット代や遠征代など体験に思う存分お金を使うことにしています。もしグッズを買うとしても、普段から使うと決めたものだけです。コンサートにお金を使えるってもうこの上ない最高の推し活だし、正直推しへの気持ちもその時々移ろいますから、身軽な方が思いのまま応援できて、今の推し活の方がとっても楽しいです。そして何よりなんだかんだ一番推してあげるべき人って自分自身なんだなと思うようになりました。話は少しコレクションが逸れてしまいましたが、物は結局たくさんあっても使い切れないし、いつかは手放す。そう知れた今はもうお金のかかるコレクションはしなくてもいい、そう思えるようになりました。私が20代で後悔したお金の使い道、6つ目はストレス解消のための浪費です。お菓子やお酒、衝動買い、どれも全てかつての私が仕事のストレスを解消するためにとやめられなかったものでした。これらに共通するのはドーパミン中毒に陥りやすいという点です。どれも手軽にドーパミンが出て束の間の快楽をくれますが、手軽すぎるがゆえにいつの間にかないとやってらんない、そんな依存状態につながってしまうんですよね。私も最初は1日頑張ったご褒美ぐらいな軽い気持ちだったのに、気づけばお菓子なしでの仕事は辛くなったり、やめられない止まらない依存状態に陥っていました。そんなドーパミン中毒の沼から抜け出す一番の支えになったのは趣味を始めたことでした。外国語の勉強や YouTube の投稿、朝にランニングをするようになったりと趣味を持つようになってから、その趣味自体が最高のストレス発散になって、自然とストレス解消の浪費をやめられるように変わったんです。趣味の時間ができるだけ欲しいからこそ、ドーパミン中毒の沼に溺れている時間がもったいなくもあり、すごく前向きな気持ちでやめられたんですよね。一番効果的なストレス解消法って、お菓子やお酒のような手軽に快楽を摂取することではなくて、勉強、運動、創作のように自ら動くことにエネルギーを注ぐことだったんです。もちろんストレス解消のためにお金を使うことを一切禁止するなんて無理で、私もたまに衝動に駆られてコンビニスイーツを買ったり、自分を甘やかすこともしばしばあります。でも大事なのは、それを毎日の習慣にさせないことだと思うんです。日々のストレスは運動や趣味で発散して、スイーツやお買い物はたまにのご褒美にする。この塩梅が上手に楽しく生きられるテクニックかなと思っています。私が20代で後悔したお金の使い道、7つ目は気の乗らない人との交際費です。大前提として、私は人と会うことは素晴らしいお金の使い方だと思っています。でも20代の頃の私は少し無理をしすぎていました。当時は気の乗らない飲み会でも誘われたら大体必ず行っていました。
人とのつながりがいい人生につながると信じて2次会3次会も結構参加していました。でも実際のところ楽しくないことにもたくさんのお金も使ってきました。そんないろんな失敗を経てようやく自分の使える時間には限りがあるし、誰とでも仲良くできるわけではないという当たり前のことに気づくことができました。今は本当に大切な人と過ごす時や会いたいと思える人に会う時だけお金と時間を使うようになりました。気が進まないお誘いには勇気を持って行かないという選択ができるようになったんです。でも一方で人からの誘いを断るようになったら出会いも減って人間関係が寂しくなってしまわないかと最初不安もありました。でも不思議なことに現実は逆だったんですよね。自分にとって心地よい人との時間は当たり前に楽しいですし、大切な仲間からのつながりでさらに素敵な人と出会えたり、むしろ良いつながりがどんどん増えていったんです。まさに類は友を呼ぶ。自分らしくいられる居場所を選ぶようになると、周りにも自然と同じような価値観の人が集まってくれるんだなと肌で感じています。限られた時間とお金を自分が心から大切にしたい人だけに注ぐ、そんなある意味自己中な人付き合いのより好みをすることが最高な人間関係を作ると20代の失敗を経て気づくことができました。私が20代で後悔したお金の使い道8つ目は義務感で送るプレゼントです。かつての私は友達の誕生日だから何かあげなきゃ、お祝いをもらったから返さなきゃとどこか義務感に駆られてプレゼントを送っていました。でもその後になぜかモヤモヤしたり嫌な気持ちになったりしていることがあったんですよね。今考えてみればそんなモヤモヤした気持ちの正体は私が無意識に求めていた見返りのせいでした。お返しがなかったり相手の反応が薄かったり、そんな些細なことに勝手に私が傷ついてしまっていたんです。ありがとうというお礼さえどこか期待をしてしまっていた私にとってプレゼントをあげることって完全に見返りを求めてしまっている行動でした。でも今はプレゼントは相手のためではなくて私があげたいからあげるという究極の自己満足エゴなんだと思うようになりました。そんな考えに至る大きなきっかけになったのがこれまた捨て活でした。捨て活の中で一番私の頭を悩ませたのが人からもらったけれど全く使っていないものたちだったんですよね。もちろんどれもきっと私のことを思って送ってくれたはずのプレゼントですが、自分にとっては手放すにも手放せない悩みの種になってしまっていたんです。その時ようやく私も同じようにあげたプレゼントで誰かを苦しめているかもしれない、そんな状況に気づかされました。そう思えるようになってから私のプレゼントに対するスタンスをガラッと変えることができました。最近は誕生日などの形式にとらわれず、これあの人に食べてほしいなとか、これみんなで食べたいな、そんな風に自分勝手な動機がある時に手土産みたいな気軽な感覚で食べ物をよく送ったり持っていっています。不思議なことにプレゼントは自分のエゴだと考えるようになった今の方が贈り物やお土産を持っていて得られる幸せって大きいんですよね。そして案外プレゼント自体も自分がもらう側よりもあげる側の方が心の幸せは大きいななんてことも実感しています。ただ自分が贈り物を贈りたい時に贈り勝手に満足する、そして喜んでくれたらなおハッピー、そんなスタンスに変えてからプレゼントを通しずっと深い幸福感を感じることができています。私が20代で後悔したお金の使い道9つ目は過剰な保険です。わからないままが一番危険でした。新入社員研修の時、将来について考えるという名目で保険の営業の方から数時間の講義を受けたことがあります。今思えばあれは完全に宣伝でしかなかったんですが、そこで将来をよく考えている大人こそ保険に入る、そんな考えが植え付けられたようにも思います。コマーシャルの力もあるかもしれませんね。その講義の後、保険の営業さんのもとへ次々と相談に行く同期を見てすごく焦ったのを今でも覚えてます。結局よくわからないままとりあえずで団体生命保険やいろんなオプションをモリモリにつけた火災保険にも入ったりしました。そして30代前にお金の勉強を始め、ようやくそこで理解したのは私は余計な保険料を払いまくっていたということです。いろいろ保険について学んだ結論、高額療養費制度など公的保険が充実しているこの日本においては本当に入るべき保険っていうのは実はすごくわずかだったんです。まずは火災保険、
そして車を持つなら自動車保険。ただし車両保険は保険料が割高になるので不要。自分の車の故障リスクは貯金で備えるべきです。あとは自転車に乗る方なら個人賠償責任保険。そしてお子さんがいる一馬力のご家庭ならもしもの時に子供を支えられる掛け捨ての生命保険。もうすでに私たちって健康保険など国に対して保険って支払っていますから、基本的にはこれだけで十分なんですよね。これらに共通するのは、もし起こってしまったらどうしようもできないほどの大きな損害に備える保険だということです。それ以外のちょっとしたもしものリスクには高い保険料を払い続けるのではなくって、その分コツコツ貯金をしておく。これが私が学んだ保険の結論でした。かつての私はそもそも自分がどんな保険に入るべきなのか、入っている保険はどんな保証内容なのか、これらを全く知らない、まさに無知は損をするという状態になってしまっていました。私も今は保険といえば最低限の火災保険、そして自動車保険に加入しているだけです。保険の営業は決して保険を教えてくれる先生ではないので、都合のいいことばかり言われてしまいます。保険だけではなく何事も面倒かもしれませんが、自分で学ぶことこそ私のように無知の代償を支払わずに済む大切なアクションでした。私が20代で公開したお金の使い方10個目は高額な情報商材です。自己投資は何よりもコスパの良い投資である。これは一つの真実だと私も思っています。でもだからこそ良い自己投資と悪い自己投資、このボーダーラインを見極めるのは本当に難しいと感じています。そして私が身をもって学んだのは、初心者向けの情報商材が一番危険だということです。今はインスタなどの SNS はもちろん、マッチングアプリなどもう世の中でいろんなやり方であらゆる商材の勧誘がされていますよね。実は私も経験があって、仕事に本気で悩んでいた時、そういう悩みの力になれるかもということで友達にとある人を紹介してもらったことがあります。見ず知らずの私に親身に相談に乗ってくれ、本当に感謝していたのですが、最終的に紹介されたのが会費30万円のプログラミングや投資などを扱うオンラインサロンへの入会でした。一部の人しか紹介できない、今だけこれで人生変えた人がたくさんいる、そんな甘い言葉に辛い現状を変えたくて仕方ない私はもう本気で心が揺らぎました。プログラミングにもちょうど興味があったので、こんなチャンスきっとまたとないし、30万円で人生が変わるなら安いとさえも思っていました。でもその場で決めない方がいい、そんな気がして返事を急ぐ相手をなんとか拒んで一度持ち帰らせてもらったんです。帰りの電車一人になり、ようやく冷静さを取り戻してきて、自分がいかに危ない状況だったかに気づくことができました。確かに現状を変えるための行動は必要だったと思います。でもその商材に30万円の価値があるかを判断できない、そんな初心者のうちは絶対に手を出していけなかったものだったとハッとしました。帰ってすぐお誘いへ断りの LINE を入れ、連絡先も完全にブロックしました。今は YouTube や本などお金をかけなくても有益な情報が本当に溢れています。で、初心者のうちってそれで十分なんですよね。大事なのはまずは自分に合うか合わないか確認することなんだと思います。結局その後お金をかけず独学でプログラミングをちょっと勉強し始めてみましたが、自分に合わないとすぐに気づいてやめることになりました。もし自分に合わないと知らぬまま30万円を払ってしまっていたらと思うと、今でも本当にゾッとします。初めて背取りに挑戦した時は YouTube で学んで始めました。そして今こうして発信している YouTube 自体も高いスクールには一切通わず、全て独学で走りながら学んできたものです。深い悩みこそ人はたくさんお金を出してでも解決したい。だからこそ20代の切々な悩みにつけ込んだビジネスがあちこちにあります。大切なお金を守るためにまずはローコストで自分の手を動かしてみる。数々の失敗を経てようやく学ぶことができました。以上が私が20代で後悔したお金の使い道10選でした。お伝えした通り数々のお金の失敗を経験しましたが、実は後悔ってなくて、失敗したからこそこんな風にお金の付き合い方を学ぶことができましたから、むしろ本当に感謝しています。ですから20代のうちはたくさん失敗してこそなんぼ、ただ取り返しのつかない大損だけしないように気をつければいいだけです。
そして私がお金の使い方が上手になる一番の助けになったのはやっぱり捨て方だったなとも改めて感じました。物の少ない暮らしを目指し、自分にとって本当に必要なものは何か本気で向き合う作業はお金の使い方が上手になれる最高のトレーニングだなと思っています。改めてミニマリズムのおかげで本当に人生が良い方向に変わったなと20代の自分を今回振り返って実感しました。それでは長い動画を見てくださり本当にありがとうございました。最後に20代の私に伝えたいお金の最高な使い道を3つ紹介したいと思います。まず最高の使い道1つ目は旅や習い事などの経験です。動画前半でもお話しした通り、体験してきた経験こそ人生を豊かにしてくれると思っています。20代という時間も体力も好奇心もたっぷりある時にこそ、ぜひいろんな世界を見て新しいことに挑戦してみてほしいです。お金の最高な使い道2つ目は時短家電など時間を増やすためのアイテムです。最近になってようやく気づいたのが、お金以上に時間こそ人生において替えが利かない最高の財産だということです。だからこそ自分の自由な時間を増やしてくれる時短家電への投資は最高の自己投資だと思っています。特にロボット掃除機は本体代も数万円とそんなに高額じゃないですし、お家の綺麗さを維持しようという意識も働くので特におすすめです。そしてお金の最高な使い道3つ目は NISA などの投資です。貯蓄があれば人生の選択肢を広げることができ、自分の人生の舵を自分で切るための大きな後押しになってくれるんですよね。20代の若い時の投資こそ時間を味方につけて将来的に大きな資産へと成長させることができます。なので少額でもいいのでぜひまずは NISA の仕組みを学んで投資を始めてみてください。ということで20代の最高のお金の使い道を3つご紹介させていただきました。この動画が参考になってくれたら嬉しいです。それでは本当に最後までありがとうございました。